は。今回は前回ファーとグラニーのモチーフでバケットハットを編んだんですが、今回は同じデザインでバッグを編んでいこうと思います。使用するのはセリアさんの七色彩色。このチャコールグレーはカラーナンバーが10番です。これを2本取りで使っています。白い部分は七色彩色のカラーナンバー1番。素材はアクリル 85%、ウールが 15%、30g で54メーターあります。使用かぎ針は8号から10号となっています。で、この七色彩色をバッグなのでしっかりとさせたくて2本取りで使っています。使用したかぎ針は10号の 6mm で、すでにグラニーのモチーフを5枚ですね、編んであります。私はこの上と下のモチーフの色とこの3枚ですね、色をね逆に編んだんですが、この色の合わせ方はお好きなように編んでみてください。で、七色彩色が店頭に少ない可能性もあるので、だいたいこの七色彩色と同じくらいの太さの糸を2本取りにして編むとこのようになりますので、お好きな糸で編んでもらって大丈夫だと思います。そして、このモチーフをつないでいくのに使うのはドリームキャットのカラーナンバーが22番です。こちらもお好きな色を使ってください。素材はポリエステル 100%、約 20g で11メーターあります。使用かぎ針は 8mm から 10mm ですね。はい。そしてグラニーモチーフですが5段まで編んでいます。バケットハットの方の動画を参考にして編んでいただくか、お好きなねグラニーの編み方で2本取りで5段まで編んでください。バケットハットの方の動画では最後一周ぐるっとね細編みをしているんですが、細編みはなしでそのままグラニーで終わっています。はい。それではグラニーモチーフ5段まで編んだのを5枚用意していただいて、これをこれからドリームキャットのファーでねつないでいこうと思います。ファーヤーンを編むのにも同じく10号の 6mm の針を使っていきます。つなぎ方ですね。まず、こちらのモチーフ側面になります。側面のモチーフのこっち側を、バッグの正面に来るモチーフの右側ですね、ここにつなげて、そして底となるモチーフにつなげていったら、こちらも側面になるモチーフにつなげます。この字につなぎますね。ではやっていきます。まず側面と正面のモチーフですね。つなげ方はバケットハットの時と同じです。私端っこの糸端が出ていますが、これはね編みくるんで進んでいきます。気になる方は先にね糸始末をするといいと思います。まず、側面のモチーフの角、鎖2目ありますが、1つの鎖向こう半目に針を入れて、正面のモチーフも同じ位置ですね。同じ位置の鎖に針を入れます。私は一番最後のこの長編みのブロックですね、これが表の状態でつなげていきます。表と表を外側に来るように2枚合わせたら、同じ位置の鎖の手前は向こう半目、向こうのモチーフは手前半目に針を入れて糸を持ってきます。そして引き出してきたら鎖を1、
同じところに針を入れて、糸端は編みくるんで糸を出してきて細編みを編みます。そしたら長編みの向こう半目、向こうのモチーフは長編みの頭の手前半目に針を入れて糸を持ってきて細編み1目ずつつなげていきます。はい、モチーフの端の方まで来ました。角に鎖2目ありますので、手前の1目にそれぞれ針を入れて細編みを編みます。そしたらこっちですね、底面のモチーフを用意して今度はここをつないでいきます。底面のモチーフですね、鎖2つ目、角の鎖の2つ目、向こう半目に針を入れて正面に来るモチーフの残り1目の角の鎖1、手前半目に針を入れて細編み、あとは今までと同じように1目ずつ手前半目と向こう半目と手前半目細編みでつないでいきます。はい、こちら側も角まで来たので角の鎖1同士を細編みでつないだら、こちらの面ですね、側面まちに当たる部分ですね、モチーフを持ってきて同じようにつなげます。角の、一番左側の鎖1ですね。そして正面に来る側のモチーフの残りの角鎖1に針を入れて細編みで細編みでつないでいきます。はい、こちら側も角の鎖1を最後につないだら、ここで一旦ファーをねカットします。鎖1をして糸始末できる分残したら糸をカットします。引き抜いたらキュッと引き締めて、この糸は裏側ですね、こっちにきれいに通して糸始末をします。はい、今このつないだモチーフは裏の状態ですね。そしたら表向きに用意した、反対側のモチーフですね、これを今度はここでこの字にね同じようにつないでいきます。はい、両面ですね、このようにこの字にファーでねつないできました。そしたらこのような状態にして底の部分ですね、この2箇所を同じようにファーでつないでいきます。残り鎖1がね角にありますので、鎖1から鎖1まで同じように細編みでつないでいきます。
このね底の部分ですね、縦に2箇所、ここもねファーで、細編みでね閉じてきました。編みつなげたのでこんな形に、ね、なっています。そしたらですね、この上の部分に持ち手を編むための土台ですね、編んでいきます。七色彩色を2本取りで使います。私はチャコールグレーにします。そしたら、この側面側の真ん中あたりから糸をつけようと思います。ブロックが5つあるので、真ん中の長編みの、向こう半目に針を入れて糸を持ってきます。しっかりと編みたいので細編みで編んでいきます。鎖1で立ち上がったら同じ目に針を入れて糸を持ってきて、糸端は編みくるんでいます。細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。すべての向こう半目に細編みを入れていきます。この残した筋に後からまたねファーをつけていこうと思います。1目に1目ずつ細編みを入れていきます。角も鎖1の向こう半目に細編みで、このファーのところはちょっと無理くりなんですが、間に針を入れて細編みを1つ編みます。次のモチーフの角の鎖1、向こう半目に細編みで、あとは1目に1目ずつすべて筋編みで細編みを入れていきます。はい、細編みを編んできました。最初の1段目は筋編みをして細編みぐるっと一周編んできたんですが、その上3段は、普通に細編みの頭を取って編んできました。そしてマーカーを4つ用意して、この後持ち手をつけていくので印をつけてあります。ファーヤーンの上に編みつけた細編みのラインがありますが、その一つ内側、ここもそうです。ファーから垂直に上がった細編みの一つ内側4箇所全部ですね。ファーの、ラインの細編みの一つ内側、こっちも同じです。ファーのライン垂直に上がったところの一つ内側にマーカーをつけました。それでは鎖1で立ち上がって根元に細編み、マーカーの手前まで細編みを入れていきます。で、このスタートの細編みの頭にもマーカーをつけておくといいと思います。マーカーの手前まで細編みを入れていって、持ち手の土台となる鎖を編んでいきます。持ち手の長さはお好みでいいと思うんですが、私は鎖編みを24目編みました。お好きな長さ鎖編みを編んだら、マーカーの左隣の細編みに細編みを入れてぐるっと編んでいきます。次のマーカーの手前まで細編みですね。そしてマーカーの手前まで細編みを入れたら、こちらと同じ目数の鎖を編んで、その向こうのマーカーの左隣に細
細編みを入れていきます。はい、マーカーの手前まで来たので反対側と同じ24目鎖を編んでいきます。はい、鎖が24目編めたらマーカーの左隣の細編みに細編みを入れて最後まで編んでいきます。はい、最後まで編めたらマーカーのついている細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。次の段、鎖1で立ち上がってすぐ根元に細編み、マーカーを付け直して先ほど作った鎖編みの持ち手の土台の上にも細編みをくるっと編んでいきます。はい、持ち手の土台の鎖の、手前の細編みと土台の鎖で細編みの2目一度をしようと思います。細編みと次の鎖から糸を持ってきたらかけて3本一度に引き抜きます。そしてこの減らし目をした2目一度の細編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖の土台は上半目と裏山2本取っています。で、持ち手の反対側まで細編みを入れていきます。はい、鎖編みの土台に細編みを編み入れてきました。最後の鎖1とその次の細編み1で細編みの2目一度をします。はい、2目一度をしたらマーカーをつけておきます。そしたら、反対側も同じように鎖1と細編み、こちらも鎖1と細編みで細編みの2目一度をしてマーカーをつけておいてくるっと回ってきます。はい、持ち手の上に細編みを一周ぐるっと編んできました。そしたらこの後ですね、マーカーをつけた細編みの減らし目の手前とマーカーをつけた目で細編みの2目一度をしながらぐるぐるとまたさらにですね、持ち手の高さを出していきます。細編みの2目一度をしたらまたマーカーをつけ直して編んでいきます。鎖1で立ち上がったら根元から細編みを入れていきます。細編みの頭、スタートのところには必ずマーカーをつけて先ほど減らし目をした手前の、細編みとマーカーをつけた目で細編みの2目一度をします。マーカーの一つ手前から糸を持ってくる、マーカーのところから糸を持ってくる、3本一度に引き抜いて減らし目をしたらマーカーをつけ直します。この持ち手の太さですね、これもお好みなので2段でもよければ2段のね持ち手の高さでいいと思います。私はバランス的にも持ち手は3段にねしようかなと思っています。はい、マーカーの手前まで細編みを編んだらマーカーを入れた減らし目とその次の細編みでここも細編みの2目一度ですね、減らし目をしてマーカーをつけておきます。はい、そしたら同じようにぐるぐると
繰り返し編んできます。マーカーの手前の細編みとマーカーで2目一度、こちら側はマーカーの目とその次の目で細編みの減らし目ですね。繰り返し編んでいきます。はい、持ち手を全部で3段ですね、編んでいきました。そしたら、マーカーのついている最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。そして、引き抜き編みをぐるっと一周してこようと思います。立ち上がりはせずに根元ではなくその次の目に引き抜き編みで、この引き抜き編みにマーカーをつけておきます。そしたら1目ずつ引き抜き編みをしていきます。はい、一周ぐるっと引き抜き編みをしてきました。そしたらここで糸を引き伸ばしてカットして、最後はチェーンつなぎで接続します。針に糸を通したら最初に編んだ引き抜き編みの目にこのように針を入れて糸を引き抜いてきて、最後に編んだ引き抜き編みの目にこのように針を入れます。で、今通した糸ですね、他の引き抜き編みと同じくらいの大きさになるように鎖を整えたら裏側で糸始末をします。はい、バッグの持ち手の上の部分は一周ね、最後ぐるっと引き抜き編みをして整えてきたので、このバッグの内側の部分もぐるっとね引き抜き編みをしていきます。こちらの端っこ寄りですね、123、4目ぐらい内側のところにしようかな。針を入れて糸を持ってきたら次の目に針を入れて糸端は針の上引き抜き、そしてこの目にもマーカーをつけておきます。そして次の目に針を入れたら今度は糸端は外して引き抜き、次の目糸端は針の上引き抜き、そして方向を変えてこの間のところですね、ここからずっと残っている鎖の土台ですね、引き抜きをしていきます。糸端は針の上、次は糸端を外して引き抜き、次は糸端を針の上引き抜きでぐるーっと引き抜き編みで進んでいきます。
持ち手の鎖の土台に編んでくると細編みがね一段こっちにもねあったと思うんですけど、細編みの脇、足をね1本拾う感じで引き抜き入れます。はい、持ち手の内側もぐるっと一周ね引き抜き編みをしてきました。糸端残っているところはカットします。で、ここの糸始末も先ほどのバッグのね上の方の糸始末と同じでチェーンつなぎで糸始末をします。そして反対側の持ち手の内側も同じように引き抜き編みで進んでいきます。はい、持ち手の内側も両方引き抜き編みをぐるっとね編んできました。かなりね持ち手の形がしっかりしたと思います。でですね、このファーですね、モチーフを編みつなぐのにちょうど一玉なくなったので、最後ここぐるっとねファーを編んでこようと思ったんですが、もしこのままでも良ければねこのまま終わってもいいと思います。2玉目に入って私はここをねぐるーっとファーをね編みつけてこようと思います。では細編みをするのに糸をつけてね立ち上がってきたところがあります。この5ブロックの真ん中ですね。ここに針を入れてファーを出してきます。そして鎖を1したら同じ筋ですね、残してきた筋がありますので、ここに針を入れて糸端編みくるみながら細編みを入れていきます。最初に編んだこの細編みにはマーカーをつけておきます。残っている筋一目一目に細編みを入れていきます。はい、そしてファーのラインがありますが、ここは、筋がないのでちょっと無理くりなんですが、このファーに入れた細編みをこのように針を入れて糸を出してきて細編みを編みます。そして次のモチーフの残りの角一つですね、鎖の筋に細編みで細編みで進んでいきます。このファーのラインねあと3つありますが、今と同じようにファーの上に編みつけたこの細編みを表引き上げ編みするように細編みをね編んでいきます。ぐるっと一周回ってきます。はい、一周ぐるっとね細編みを入れてきました。そしたらマーカーのついている目ですね、マーカーつけたままで針を入れた方が入れやすいです。針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めたら鎖1して糸始末できる分残してカットします。で糸を抜いたらキュッと引き締めて、この糸も裏側でね、これは表側でこうで、この糸は裏側ね糸が通っていないので
ファーの糸はね裏に通っていないので、ちょっとこんな感じで波縫いをするように表側で糸を通していって、ファーのラインのところまで来たら裏側に出して糸始末をしようと思います。はい、ファーがですね余っていたのでもったいないと思って、このね上の部分引き抜き編みをしてきたんですが、このようにね引き抜き編みが表面にね鎖がずーっと見えていると思うんですが、上半目ですね、この引き抜きの上1本だけにファーをぐるーっとね細編みで編んできました。残っている糸はほとんどなくて、ギリギリぐるっと一周細編み編めたという感じなので、ここの部分はお好みでねつけてみるといいかもしれないです。これで完成なんですが、サイズを見ていこうと思います。まず、1枚のモチーフですね、約 16.5 センチくらい、16センチかな、16センチ角のグラニーモチーフを5枚つなぎ合わせました。この今のね平置きのぺたんこにした状態で、横が約34センチですね。で、底の部分から一番高いところまでが、約22センチくらいになっています。そしてこの底の部分から持ち手のこの一番上の高さまでですねが約26センチくらいですかね。だいたいそのぐらいのサイズになっています。で、2本取りでしっかりとね、編み地を固く編んできたので、結構しっかりしていると思います。帽子とセットでね持ち歩いても可愛いんじゃないかなと思います。はい、私はここの部分もこの持ち手の上の部分にもファーをつけて編んできましたが、この辺はお好みで、ここねこの字のままで、あとは毛糸の編み地で楽しむという方法もありますし、いろいろ参考にしてみてお好きなようにね編んでくださると嬉しいです。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。